パイス、ハーブを使いこなしてスープに美味しさと健康の魔法をかける。皆さんこんにちは。今日はスパイス、ハーブについて考えてみたいと思います。基本のスープ、愛のスープにスパイス、ハーブを加えている方も多いと思います。以前にご紹介させていただいたシオンさんは、クミンを加えて寒い日は体が温まって助かったとおっしゃっていましたよね。JJ さんはバジルとヒハツを加えるそうです。ヒハツ？聞き慣れないかもしれませんね。後ほど詳しくご説明します。イタリア料理によく使われるバジルにオレガノ、タイム、イタリアンパセリなどがミックスされてよく売られています。ターメリックやシナモンなどもおすすめです。効能や使い方など丁寧にお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。私はヒハツを使ったことがなくて、近くのスーパーやデパートにも置いてなかったので、スパイス、ハーブ専門店の神戸スパイスさんに行ってみました。ロングペッパーという名前で置いていましたよ。今回撮影させていただいた神戸スパイスさんは、神戸と大阪を中心に8店舗あります。スパイス、ハーブ一つ一つに効能や特徴が書かれているので、とても勉強になりました。ぜひお近くの方は行ってみてくださいね。ではヒハツからご説明していきましょう。ヒハツはロングペッパーと呼ばれるように胡椒の仲間です。ピリッとした辛さは胡椒と同じですが、もう少し爽やかな香りがしました。ヒハツに含まれる辛味成分のピペリンは血管を広げ、毛細血管を修復する働きがあり、そのため体を温め、血圧を安定させ、毛細血管を強くすると言われています。血流が良くなった結果、くすんだ肌が改善する効果も期待できます。野菜スープの効果とダブルで美肌になれたら嬉しいですよね。体温が上がり、血流が良くなれば基礎代謝が上がり、太りにくい体質になり、ダイエット効果もあるそうです。神戸スパイスさんの注意書きにもあったのですが、血管を広げる薬や血圧を下げる薬を飲んでいる人は薬が効きすぎる場合がありますので、注意が必要です。妊婦さんや授乳中の方も避けた方がいいと思います。このヒハツはロングペッパー以外にもピパーチ、ヒパーチ、フィパチなどたくさんの呼び名があるんですよ。沖縄で栽培されている島胡椒はヒハツモドキという品種で、ヒハツと同様の胡椒属ですが別の品種のものになります。ですがヒハツもヒハツモドキも同様の効果や効能があるそうです。ヒハツは胡椒に合う料理には何でも合うので、胡椒の代わりに使っていただくといいと思います。次は私の一押しのターメリックです。ターメリックは日本ではウコンと呼ばれていますよね。生姜に似た植物で、カレー粉の中には必ず入っています。サプリメントでよくあるクルクミンはターメリックに含まれる色鮮やかな黄金の色素のことなんです。クルクミンは抗酸化力も高く、胆汁の分泌を促し、肝臓の機能を向上させたり、胃の健康を維持する作用があると言われています。飲み会の前にウコンドリンクを飲む方も多いのではないでしょうか。私がよく参考にしているこの本の中に、毎日小さじ4分の1杯のターメリックを摂ろうとあります。日々少しずつ摂取することで DNA が損傷する細胞の数が半減してがん予防になるそうです。ターメリックを食生活に取り入れることをとても勧めているんですよ。また黄金の色素から抽出したクルクミンをサプリとして摂るのではなくて、ターメリックのパウダーなどを食品として食べることの方が健康効果が増すと述べています。7種類のヒトがん細胞に対するターメリックとクルクミンの効果を試験管内で実験した調査によると、クルクミンももちろん効果はあったのですが、ターメリックの方が効果は高かったそうです。一つの食品の中にはいろんな栄養素が含まれ、複雑に絡み合って効果を発揮するといういい一例ですね。
人参、かぼちゃに多いベータカロテンですが、食品としてベータカロテンを摂取するには抗酸化作用を発揮するそうですが、ベータカロテンの抽出物として大量に摂取するとかえって発がん性があることが報告されているんですよ。ぜひより自然に近い形で取り入れていただきたいと思います。スパイスやハーブをスープに取り入れていただくと美味しさが増すだけでなく、野菜スープの健康効果にスパイスの効能がプラスされます。愛のスープを作っておられる方は、温め直す時に今日はバジル、クミン、ヒアツ、そしてターメリックやシナモンなど、その日の体調や気分、季節などによって変えていただくと、より飽きずに長続きすると思います。今後買ってきたスパイスを使っていろんな簡単なスープをご紹介したいと思っています。最後まで見てくださってありがとうございます。あなたとあなたの大切な人の少しでもお役に立てたなら嬉しいです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。